新型アコード目玉機能6つと秘宝4つということで、かなり秘宝が多いような感じしますけど、あれがなかったっていうねことで、まあちょっとですね、まあ、やっていきましょうかねもうなんかじゃあ目玉機能1つ目いきましょうか。 Google ビルトインということ。これはまあ賛否分かれそうですよね。僕は非の方なんだけど、実を言うと Google マップを信用してないってとこですね。この Google ビルトインがあると、なんだっけな、なんかボイスコマンドとかも使えるようになったんですよ。だから OK Google エアコンホニョ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 みたいなのができるんですよ。でそういったボイスコマンドも使えるようになったと。人工知能、今までホンダの車って確かつけてなくて、あれか、ホンダ E ぐらいにしかなかったんですよね。で、他の車種とかだと ZRV もステップワゴンもなくて、ボイスコマンドの精度が日産とかトヨタに比べてやばかったんですよね。あんまり良くなかった、いいものではなかったって言った方がいいかなっていうところで、ようやくこれがね Google ビルトインがついたことで、これが下の車種にもねついたらなおいいで、さらにこれナビも 12.3 インチのねフルワイドディスプレイになりました。今までのねホンダのナビだと9インチとか 11.7 インチとかでナビが小さいだああだこうだ言って結構僕賛否両論になりましたけど、今回は Google ビルトインなんで、まあ安心してね。そうナビもめちゃくちゃいい、精度は上がってそうだよね。ただいろいろちょっと不満があるんで、それはねまた後日ちょっとここがあかんかった何個のポイントみたいなね、メーカーさんちょっとぶしつけで申し訳ないけど提言させてくださいっていう、生意気なこと言って申し訳ないけど提言させてくださいっていう動画があるんで、それでまた言いたいと思います。じゃあ目玉機能2つ目ですが、運転席 4way のランバーサポートをつきました。だから上下もできるということで、ZRV でねよく腰痛がとか言われてるじゃないですか。でそれの解消ってね、ランバーサポートが必要なんじゃないかみたいなこと言ったら、なんかアコードにはつきました。オデッセイとかシビックにはないです、残念ながら。いやだったらねつけてよ、オデッセイとかシビックにもって話ですけど、しゃあない。でだから上下するってことは BMW の X1 とかハリアーとか、あと三菱のアウトランダー PHEV とかは 4way ランバーサポートになってるんで、もっと言うとね X1 とかアウトランダーマッサージとかまでついてるから、それまでついたらなお良かったけど、そこまでは高望みかなということで、4way のランバーサポートとつきました。でやっぱマツダに比べたらね、やっぱ ZRV は腰痛出やすいと思う。特にもう一個言っとくと、なんでかっていうと、マツダって結構アクセルペダルの位置、シートめちゃくちゃこだわって作ってます。ペダルレイアウトとか何から何まで、そのために室内空間を犠牲にしたマツダ3とかもありますから、後ろの空間を犠牲にしたね。ペダルレイアウトとかはもうめちゃくちゃマツダとかに比べたら、ペダルレイアウトっていうそのシートとかね、そういうのはあんまりよろしくないかなと思います。 ZRV はこれがねアコードでどこまで腰痛が出にくいかっていうのは気になる。じゃあ目玉機能3つ目ですが、メーターに地図が表示できると。これちょっとエクストレイルの画像を引っ張ってきたんですけど、今までのねホンダのメーターはめちゃくちゃいいメーターついてたんですよ。トヨタより見やすいメーターだったんですけど、地図がなかったと、すごい残念みたいな。 ZRV でも表示してよって言ったらアコードで表示できると。これが ZRV とかねステップワゴンとかに降りてくるといいんですけどね。もっと言うとね、オデッセイとかね、いまだに情報量で言ったらアナログ2眼に 4.2 インチの液晶相当のメーター使ってたりするんで、それももうちょっとどうにかしてほしいなっては思いますけどね。ってことで目玉機能3つ目はメーターに地図が表示できるというところ。じゃあ目玉機能4つ目ですが、デュアルピニオンのパワーステ、レボーグとかで使われてる、簡単に言うとだからいいパワーステって言ったらいいんかな、なんからしいですね。よくわかんないけどすっきりしたパワーステになるよと。いいパワーステ、これはクロストレックとかセレナとかでもされてて、セレナはなんかあんまりよろしくないみたいだけど、だからいいパワーステっていう感じです。ソーダフィールがいいとかって一般的には言われとる。あんまり素人はわからない、こんなメカ的なことはね。じゃあ目玉機能5つ目ですが、ヘッドアップディスプレイもつきました。海外仕様の ZRV とかにあっていいなーなんて思ってたんですよ。イギリスの彼が紹介してる動画見て
ヘッドアップついてるのいいなって思ってたんだけど、なぜかつかなかった。 ZRV の国内仕様にはつかなかった。海外仕様にはあったのにっていうので、アコードにはつきましたよということで、ヘッドアップディスプレイ鏡の方も安心して買える親切設計になっております。はい。ヘッドアップディスプレイね、あった方がいいっすよ。マツダとかだと特にマツダ3とか300万の車からありますからね。で、ヤリスクロスにもありますから、この辺はね、ちょっと、ヤリスクロスとか、他のメーカーとかだと安い車でもついてます。つけれますからね。カローラクロスだけなぜかつけれなかったんだよね。そう。カローラツーリングとかはつけれます。なので、ヘッドアップディスプレイはあった方がいいな。っていうので、ようやくついた。ってことで、ホンダもね、ようやく時代に追いついてきたということで。仙台型からあったとは言われてたけどね。そう。まだ、この辺もね、どんなもんかわかんないけど、でも、ついたのは嬉しい。じゃあ最後、目玉機能6つ目ですが、ホンダセンシング360ということで、ハンズオフとかね、レーンチェンジアシストとかも起動できるようになりました。なので、トヨタの本当にアドバンストドライブみたいなのが できると。で、それに加えて、自動駐車機能、なんかパーキングパイロットかなんかがついたので、トヨタでいうとこのアドバンストパークがついたので、これは、じゃあ、あんのかな？パーキングサポートブレーキ、周囲静止物。ちょっとこの辺はまだ分かってないけど、日産とかもね、止まる機能あるっぽいんだよね、あれ。で、トヨタだとちゃんとついてます。パーキングサポートブレーキ、周囲静止物っていう、なんかやつがあって、それつければ、アドバンストパークをつければ自動的にひっついてくるやつなんですけど、巻き込みをしないような緊急ブレーキが作動するという機能ですね。それがようやくつきそうなのかな。でも、ホンダ E にはなんか自動駐車ありましたよね。ってことで、ここまでね、目玉機能を6つ紹介してきましたが、4つの秘宝がございます。ということで、次は4つの秘宝。1つ目は、分かってはいること。さっき言ったホンダセンシング360。ハンズオフは来年からガビーンということで、もう1年も待ってらんないよって方は、クラウン買った方がいいです。はい。クラウンもね、来ないんで、それだったらレボーグとかルキシオンとか買った方がいいかもしれない。レボーグ、ルキシオンは納期早いんでね。アウトバックとか、あの辺買った方がいいと思う。ここは分かってたことなんで、もうこれで終わりにします。じゃあ、2つ目ですけど、これはね、正式発表まで分からんかった。発売まで。ステアリングヒーターの設定はなしということで、残念。これね、僕もステアリングヒーターあった方が絶対いいっていうのを思ってるようになっちゃったんですよ。今年の冬めちゃくちゃ寒かったんでね。で、最近ではデリカミニとか、スペーシアとかね、改良型のデイズとかでもつくようになりましたよね。なのに、ついてないステアリングヒーター。言うたらフィットにもあるという快適装備。これがなんでつかなかったのっていう。これはもう不満多数になるかもしんない。これも海外仕様にはあんのになぜか国内仕様にはついてないということで、残念。じゃあ次行きましょうか。じゃあ秘宝3つ目、これは高級車三種の神器のうち残り2つがなかったということで、電動テレスコチルトの設定なしということで、電動テレスコチルトっていうのは、スタイリングのね、調整が電動でできるやつです。で、これがあることによって何がいいかっていうと、パワーイージーアクセスなんかあるじゃないですか。降りるときにエンジン切ると、ウィーって引っ込んでくれたりして、降りやすいポジションにしてくれるやつ。で、それが、スタイリングまで動いてくれるってやつなんですよ。で、また乗ってエンジンかけるとウィーって近づいてくれて、ラブソースイートが流れる一歩手前ぐらいまで来てくれるってやつがあるんですけど、おはようございますとか言わんばかりにね、やってくれるんだけど、それがないと。だから LBX もね、なかったっていうので僕不満としてあげたような気がするけど、電動テレスコチルトは、なくてもいいかなって思ったけど、そのイージーアクセスとかのこと考えるとやっぱあった方がいいなっていうので、これはもう秘宝として。まただからこれ不満多数になりそうですよね。なんか、オデッセイの時もなんか似たような不満言ってるやつあったりしますけど、いろんな車で同じような不満になっちゃってるよねっていう。LBX の動画と多分似通るかもしんない。LBX も散々僕、しょぼいだのなんだの酷評してベンチレーションがとか言って酷評しちゃってるから、
まあねってことで、まあまた LBX ディスみたいになりますけどね。まあライバルメーカーだとね、日産アリア、マツダ CX60、トヨタだともうハリアーとかクラウンとか、レクサスではもう UX 以上にはついてますからねってことで、 ES もねライバルになると思うんだよね。カムリは覚えてないけど、もしかしたらカムリはなかったかもしれない。ということで、じゃあ最後秘宝4つ目。まあこれはもう僕の大好きなあれ、そうあれ、もうわかるよね。 LBX の時もオデッセイの時も、その他レボーグ D 型レイバックの時も、ノートオーラの不満でも、エクストレールの不満でも、 ZRV の不満でも言ってしまったこれ、そうシートベンチレーションの設定がなし、カビーンチーンですよ。もうマジで言ってんの？フラッグシップっつってこれないとか、もう逆にもう笑えちゃうよね。まあ当然トヨタレクサスのクラウン以上と、まあ、ハリアーとかラブ4ですらついてますし、プリウスにもついてますからね。で UX 以上だったら当然ついてる。で他のメーカーだとマツダは CX5 スポーツアピアランス以上にはついてる。マツダ6、まあライバルになりますけどついてる。で CX60 にもついてる。で CX60 はエアコン連動があると。まあ、レクサスでいうところのクライメートに近いような機能で、トヨタもクラウン以上だとクライメートコンシェルジュっていうシート表皮の温度測って、あこいつ寒がってるからシートヒーター入れてやろうみたいな機能があるんだけど、そういう機能もないと。残念ということで、アリアもついてる。オプションだけどベンチレーションでエアコン連動タイプもありと。でスバルもアウトバックについたんで、もうホンダぐらいっすよないの。まあ三菱はね日産とあれなんでいいですけど、もうホンダしかベンチレーションがないということで、言うたらプリウスについてるっていうので、僕結構プリウスはドラポジさえ良くなれば、あとメーターさえ良くなれば、もうめちゃくちゃ絶賛するぐらいの、まあ、快適装備の充実度って言ってるんだけど、かっこいいしね新型プリウス。まあこれはねちょっと残念ですねってことで、シートベンチレーションは欲しかった。やっぱ僕夏暑いからね。これなんかオデッセイの時も言ってなんか燃えたような気がする。 LBX の時もベンチレーションがないだっつってワーでやされて、なんかエクストレールの動画の時もなんか小声ジヌアとか言われたけど、アウトランダーの弱点みたいなのも言った気がする。なのでね、まあ、メーカーの方とかもし見てればね、シートベンチレーション海外にあるんでそのまま入れろよって話なんだよね。ということでご視聴ありがとうございました。